今日はさつまいもパウンドケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。今日はさつまいもパウンドケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、さつまいもがたっぷり入ったしっとりでふわふわなパウンドケーキを作っていきます。今回のパウンドケーキはホットケーキミックスで作るのでとても手軽に作れます。材料も少なくて作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、ホットケーキミックス、卵、無塩バター、生クリーム、グラニュー糖、バニラオイル。今回はこちらの材料で作っていきます。まずさつまいもなんですが 250g 使っていきます。あとはね、今回はホットケーキミックスで作るのでベーキングパウダーなどは入れなくて大丈夫です。そしてバターですね。こちらは必ず無塩バターを使用するようにしてください。でもしない場合はサラダ油で代用していただいても OK です。その場合も同じように 70g 使用してください。そして今回ですね、バニラオイルも使っていきます。こちらない場合はちょっと香りは薄まるんですが、バニラエッセンスでも代用可能です。バニラエッセンスはアルコールなので熱を加えるとね、ちょっと香りが飛びやすくなります。バニラオイルに関しましては香りが飛ばないので、こういった焼き菓子とかね、熱を加える調理に関しましてはバニラオイルがおすすめです。そして今回は18センチのパウンド型を使っていきます。こちら100円ショップに売っているパウンド型を使っていきたいと思います。ここにですね、オーブンシートまたはクッキングシートをこのように切っていただいて、4箇所ね、交互に切れ込みを入れてください。そしてこれをね、中に敷き詰めます。でこのね、私が使ってるのが繰り返し使えるオーブンシートで、洗ってね何度でも使えるのですごく便利だと思います。こんな感じ、このように敷き詰めて準備しておいてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめにさつまいもですね。このさつまいもを切っていきます。でさつまいもはですね、今回上にのせるトッピング用と、あとは生地の中に練り込んでいく用2つに分けていきます。まず両端切り落とします。表面にのせる方は皮ごと使っていきます。表面にのせる方はですね、だいたい 50g ほど使っていきます。これはね、だいたいで大丈夫です。このぐらいですね。これちょっとね、太さがあるのでだいたい幅 2,3 センチぐらいになります。こちらをですね、まずですね、こういったね、ちょっとポコってなってる部分は取ります。あとはね、もう土がね詰まってたりとかね、そういったことがないようにだけ注意してください。そしたらね、こちらをだいたいね 5mm 角ぐらいの大きさにしていきます。切り方はね、やりやすい方法で OK です。あとは縦にしてまた 5mm 幅に切ります。そしてくるっと回転させて 5mm 角にしていきます。まあざっくりで大丈夫です。はい、こんな感じでコロコロっとしたサイズにしてください。では残りもね、同じように切っていきます。はい、トッピング用はこのように切ってください。はい、そしたらね、こちらを一度ボウルに入れます。だいたい5分ぐらいね、このように水にさらしておいてください。そうするとね、変色を防止することができます。であんまりね、つけすぎると今度はね、さつまいもの風味がなくなってしまいますので、だいたいね、5分ぐらい経ったら取り出すようにしてください。はい、続いて残りのさつまいもです。こちらは 200g になります。こちらを生地に練り込んでいく方なので皮を剥いていきます。では皮を剥きます。はい、このように皮を剥いてください。気になるね、黒い部分だけ取ってください。まあ、これはね、気になる場合だけで大丈夫です。こちらはだいたいね、1センチ幅ぐらいで切ります。この時もね、硬いので手を怪我しないように注意してください。で、だいたい一口大ぐらいの大きさに切っていきます。そしたらこちらもボウルに入れます。そしてこちらのさつまいもも一度水に5分ほどさらします。そうすることで変色が防げるのと、あとはアク抜きをすることができます。はい、5分経ちました。こちらはざるにあけます。はい、OK です。ざるにあけて、そして水分を拭き取っておいてください。はい、こちらもね、5分経ったので一度水切りします。それではここにふんわりラップをしてください。こちらを電子レンジ 600W で5分ほど加熱して柔らかくします。加熱するときはね、このように1箇所空気の出入り口を作っておいてください。では加熱します。
はい、今5分加熱しました。やけどしないようにラップを取り外してください。そしたらね、一度竹串を通してでスーッと通れば OK です。でこの時ね、まだ硬い時はプラス1分ずつ加熱してみてください。そしたらですね、こちらのさつまいもをマッシャーかまたはフォーク、スプーンなどで潰してください。この時にちょっと傾けて水分が出てる時はやけどしないようにこのね、出てる水分は拭き取ってください。本当に熱いのでやけどだけには十分に注意してください。そしたらこちら潰していきます。はい、このように潰してください。潰し具合はね、お好みで OK です。ちょっとね、粗めにしたい方はね、粗めに潰していただくだけでも大丈夫です。今ね、結構熱々の状態なので、こちら一度冷まします。冷ます時はですね、さつまいもが乾燥しないように、上にね、ピタッとラップを貼り付けて、そしてこのまま粗熱を取りましょう。それでは続いて生地を作っていきます。まずね、こちらのバターを電子レンジで溶かします。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらね、この固まってる部分を一度溶かしてください。はい、OK です。このように塊ができないようにしっかりと混ぜるようにしてください。で、こちらをですね、一度このまま置いておきます。はい、では続いてボウルに卵を割り入れます。そしてまず軽く溶きほぐしてください。軽く溶きほぐしたらここにグラニュー糖を入れます。そして手早く混ぜましょう。でグラニュー糖を入れた後そのまま放置しておくとグラニュー糖が卵の水分を吸ってつぶつぶがねできてしまう時があります。なので必ずねグラニュー糖を入れたら手早く混ぜるようにしてください。はい、そうしましたらここに生クリーム、そしてバニラオイルを加えてください。でバニラエッセンスの時もこのタイミングで入れていただいて OK です。そしてよく混ぜましょう。今回ね生クリームを使用してるんですが、こちらはですね牛乳で代用していただいても OK です。はい、そしてよく混ざったら先ほどね溶かしておいた溶かしバターを加えてください。そしてよく混ぜます。はい、OK です。このようにしっかりめにねよく混ぜてください。でグラニュー糖のねシャリッという感じがなくなるまでね混ぜるようにしましょう。はい、そしたらこの粗熱を取ったさつまいもを加えていきます。でこのさつまいもの粗熱のそれ具合なんですが、だいたい人肌程度ぐらいになってれば OK です。でこちらを入れましょう。でこれをよく混ぜます。はい、OK です。それではね最後ホットケーキミックスを加えます。このまま振るわずに入れちゃって OK です。そしてよく混ぜます。だんだんねもったりとした生地感になってきます。はい、OK です。ちょっとねさつまいももゴロッとしてるので分かりにくいかもしれないんですが、ホットケーキミックスはねダマにならないように混ぜてください。はい、ではね用意しておいた型に入れていきましょう。はい、で入れたらね表面を軽くならします。はい、このように表面をならしてください。で今回ねこの上にこのね残しておいたさつまいもをトッピングしていくんですけれども、まずこの状態で一度軽く焼きます。最初軽く焼いたら一度取り出してその後にねトッピングしていきたいと思います。はい、それではまずこちら天板に乗せて170度に予熱したオーブンでまず7分焼いていきます。はい、今ね7分焼いた状態です。そしたら一度取り出してください。で7分焼くとね表面がほんのり焼けた状態になります。そしたらまずね真ん中に切れ込みを入れてください。そうすることで綺麗に膨らみます。でこのように入れたら残しておいたさつまいもをこの段階でトッピングしていきます。気持ちこうやって押し込んじゃって OK です。このようにのせました。でね切れ込みの部分の上にもね軽くのせちゃっても大丈夫です。そうしましたらこちらを170度のオーブンで今回トータルで40分焼いていくので残り時間33分焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。こんな感じでふっくらとした仕上がりになってます。そしたらねきちんとね焼かれてるかチェックしてください。竹串を刺します。で奥まで刺して
で取ります。でこの時に生の生地がついてこなければ OK です。そしたら今からねこちら冷ますんですが、冷ます時は型から取り出してください。ですごくね熱いのでやけどだけには注意して取り出すようにしましょう。では取り出します。はい、このように型から取り出してください。で型の中に入れたまま冷ましてしまうと、ここのね真ん中の部分がへこんでしまうので、必ず取り出して冷ますようにしましょう。それではですね、表面が乾燥しないように上にふわっとキッチンペーパーをかぶせて、このまま粗熱を取って冷まします。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がってます。それではねオーブンシートを剥がします。はい、こんな感じです。側面もいい焼き色がついて美味しそうに仕上がってますね。では切りたいと思います。はい、中身はこんな感じでとてもしっとりとした仕上がりになってます。はい、これでさつまいもパウンドケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。断面はこんな感じです。とてもしっとりとした仕上がりになってます。で表面はねこのような形になってます。で真ん中にね切れ込みを入れてるので、形もね綺麗な仕上がりになります。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。さつまいもの甘さが効いてすごく美味しいです。そしてしっとりとした仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のさつまいもパウンドケーキのポイントです。まずさつまいもなんですが、今回約 250g 使ってます。そしてその 250g の中の 50g は上のトッピングとして使ってください。このトッピング用のさつまいもに関しましては、だいたい 5mm 角の大きさに切っていただいて、その後水に5分ほど浸してください。そうすることでね、変色などを防ぐことができます。そして残ったさつまいもに関しましては、皮を剥いて軽く水に浸して、その後電子レンジで加熱して、そして潰して生地の中に練り込みました。この潰し具合に関しましては、お好みの潰し具合で作ってみてください。生地を作るときはですね、材料を加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで材料同士の馴染みが良くなります。そして今回生クリームを加えてるんですけれども、こちらは牛乳で代用していただいても OK です。生クリームを使っていただくと、牛乳よりは少しリッチなコクのある仕上がりになります。そしてよく混ぜた後はホットケーキミックスをそのまま加えて、あとはダマができないようにしっかりと混ぜていただけたらと思います。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、まずトッピングを乗せない状態でだいたい7分ほど焼いてください。そうすると表面が軽く焼けます。そしたら一度取り出して真ん中に切れ込みを入れて、そしてその上にさつまいもを置くようにしてください。後からねさつまいもを置いていただくことで、さつまいもが中に埋もれることなく仕上げることができます。今回はですねトータル40分焼きました。こちらはオーブンの種類によって適正な焼き時間が変わる場合がありますので、焼き上がったら一度竹串を刺していただいて、そして生の生地がついてこないか必ずチェックするようにしてください。そして冷ます時はですね、少し熱いんですけれども、やけどしないように焼き上がったらすぐ型から外して、そして冷ますようにしてください。そのまま型に入れておくと、この真ん中の部分がくびれてしまうので、必ずね取り出して冷ますようにしてください。甘さに関しましては、さつまいもの種類によってね適正な量が変わるかなと思うので、すごく甘いさつまいもを使う場合は少しグラニュー糖の量は減らしていただいてもいいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はさつまいもパウンドケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。